回のニュースを受けて率直に今韓国にいるソヘちゃんとしてはどのように思っているか教えてもらっていいですか？そうですね。でも、アフリカの国が、入国できないっていう話を聞いて、もしかしたら、全世界を対象にまた改めて入国禁止されるかもしれないとは予想してたんですけど、こんなに早く、しかも、今待ってる人々がいっぱいいるのはもう日本政府も知ってると思うんですけど、知ってるにもかかわらず、こんな早く措置が降りると全然思えなかったのですごくびっくりしました。2021年1月に一応入国禁止がありました。で、その後、パラリンピックとか選挙とかすべて終わって、11月に、装置が発表されたんですけど、その時に一応今年入学生、私を含めた、入学生のたちは今年には入国できないと。去年入国できないかった方々を中心に入国装置をいたしますっていう発表がありました。で、これが5日だったので、半月後の今日29日に改めて入国禁止の発表があったので、本当今年で入国できるっていうその装置が行われたのが3週間、わずか3週間しかできなかったっていうのが、一応、その日本側の装置ですね。2月中まで入国できるのも、今年3、4月入学の方が主な対象として、秋学期とか、夏ぐらいに入国許可をもらった人々は、また未定っていうことでした。このタイミングについてはどう思ってました？いや、遅いなと思いました。今までそういうしおいっていうその在留資格認定証明書をもらった証として、この人たちを入国できますよってすでに審査が終わって認めてくれたと思うんですけど、それを改めて審査して、しかも留学生だけその時期を設けるっていう行為が正直理解できないなと思いました、本当に。普通にビジネスとか内定者の場合は、会社からの書類の準備が全部済ませたらいつでも入国できるっていう装置だったので、なんで留学生だけこんな基準を立ってるのかなっていう疑問がすごくありました。当初の入国のスケジュールとしては、ソヘちゃんはどのようなタイムスケジュールで進んでたんですか？そうですね、私の場合、一応大学院とすごく連絡をやり取りをしたんですけど、一応自分がその入国を申請できるっていう時期自体が来年の1月からだったので、もし1月年明けからその申請を素早かにしたとしても、その文部科学省からの書類をもらえるのが2週から3週間ぐらいかかりますよっていうことだったので、それをいただいて、またこちらでビザの申請をするので、2日、3日ぐらいかかるので、早い段階で1月の後半、2月の上旬の予定でした。なので、秋学期も多分、大学院に直接行って授業を受けるのは、できないかなっていう予想はありました。ソヘちゃんがもともと日本の大学に通ってたんですよね。はい。で、こちらでも部屋を借りてたっていう話をちらっと聞いたんですけど、改めて聞いてもいいですか？そうですね、私の場合、いつでも日本に行けるように、隔離は、必ずしなければならないっていうのはもうすでに知ってたので、ホテルで隔離する費用も1日1万円ぐらいですごい高いその費用でしないといけないっていうことなら、部屋を早めに借りて自分の部屋で隔離した方がいいかなと思って、私の場合3月にも部屋を契約していってたんです。で、でも、知り合いを通じていろいろ荷物とかも入れてもらってるので、今空き部屋だとしても家具とかは全部入れてる状態なので、今半年以上経ったんですけども、解約とかもできないし、鍵も不動産屋さんからもうすでにもらってるので、家賃だけ月々払ってるっていう状態です。解約して一回畳むっていうこともやっぱできないっていう一番の理由は何ですか？いつ入れるのかまだわからないっていうのが一番問題かなと思います。もし、その1ヶ月後、2ヶ月後、急に
行けるようになった時にまた行って部屋を探さなければならないので、その手間とか費用とかを考えたらこのまま部屋を置いといた方がいいかなと自分は思います。2020年の9月に、大学を卒業して、で、韓国に1回戻ったのはいつですか？その9月までの授業が大学でもオンラインで全て授業が行われたので、一応7月夏くらいに家族から一応海外にいるのはちょっと危ないと思うから一旦帰ってきたらっていう話があったので、夏に帰りました。で、卒業式にも行かずにここで卒業を迎えて、大学院の入試もここで済まして、で入学が今年の4月になります。あ、じゃあ卒業式も出られなかったんですね。そうです。ちょっと行けるっていうビザはもうすでに持ってたんですけど、でも隔離が両方2週間あったので、そういうのがちょっとなんかいろいろ考えるとめんどくさいのもあるし、ちょっといつかまた、日本に行くからっていうちょっと甘い考えで、卒業式はもうやめました。なるほど。そしたら、じゃあその時はまだこう2週間、2週間の隔離をすれば、一応来ることはできるような状態ではあったけれども、それをしないうちに実際もう入れなくなってしまったってことですね。そうです。その大学を卒業してしまうと、その大学からもらったそのビザが失われるので、その在留資格がもうなくなってしまうので、もう日本に再び入ることができなかったんですね、その以降は。大学院の在留資格が出るのが2021年の4月だったってことなんですかね。一応もらったのは2月です。2月だったんですけども、すでに1月にその入国禁止っていう措置が出てしまったので、何も申請できずに終わったのではないんですけど、もう何もできない状況になりましたね。大学院の授業っていうのは前期と今も秋学期ももう半分折り返しを過ぎた頃でずっとオンライン海外から受けてると思うんですけど、一番なんかこうなんだろうな、やりづらいなとか、なんか離れてることによる不便さっていうところが何か教えてもらっていいですか？そうですね。一応皆さんと一緒に授業参加はしてるんですけど、何かしら自分の前に壁があるような気がするっていう感じを毎回感じてます。なんか一応コミュニケーションは取ってるし、皆さんと話はしてるんですけど、なんかこっちから話をする際は、なんか独り言みたいな、そういう寂しさを感じてるので、それだけはもう先生たちも大学側もその他の学生さんもすごく配慮してくださるんですけど、やっぱり物理的な距離が縮めないっていうことは、ちょっとなんか壁みたいな感じがありますね、やっぱり。授業の形態として、じゃあグループでみんなで話し合いましょうみたいな形式も多いかなと思うんですが、その中でやっぱやりづらいところっていうのはありますか？そうですね。やっぱり皆さん直接顔を合わしたりしたことがないので、やっぱ距離感はもちろんありますし、なんか毎回毎回すれ違ったり会ったりした関係ではないので、なんか顔も覚えづらいし、ちょっとお名前もうちょっと失礼ですが、ちょっと分かりづらい方々も何人かいらっしゃったので、ちょっとその点が残念だなと思いました。なんか本当に大学、なんかその一緒に勉強してる仲間っていう感覚より、なんかその時一緒にやる方々っていうくらいしか印象が残らないので、それもやっぱなんか授業外も一緒に話したり、一緒に何か行動したら、もっとそういう絆っていうのを深めたのではないかっていう残念さはすごく感じてます。私の場合、そのマスコミ志望なので、その今、先生方も皆さん、その実務家の方々が多いし、その学生の中もマスコミに関して勉強した方とか、あるいはその実際社会人として入学した方が、一緒に勉強する環境であるっていうことをもうすでに入学前から知ってたので、そういう方々とコミュニケーションすることにより自分の学びが深掘りしたのではないかってずっとなんか思ったんですけど、実際そういうコミュニケーションがあんまり取れないっていうことで、今一応勉強はしてるけど、なんか学問的な勉強はやってるけど、なんかそういう
その学問以外の学びがあんまり広がらないっていう感覚があります。で、今、就活とかにも、直接なんか一緒に就活する学生たちのとも話せないし、自分一人でやらなければならないっていう環境がすごく、刺激も弱いし、ちょっとやりづらいなっていうこともあります。大学院だと、1年生の今の、夏ぐらいからインターンシップをやり始める方たちも多いかなと思うんですが、そこら辺の事情はどんな感じで進めているんでしょうか。そうですね、自分も一応インターンシップに応募したり、オンライン上で一応その夏の場合は一応東京にも緊急事態宣言が出したところだったので、多くの会社からオンラインでインターンシップを行われたところが多かったんですけど、今の場合また冬のインターンシップが開催されて、募集したりしてるんですけど、残念ながら1月、2月の、その実際会社に足を運んで、いろんな方々と一緒にやるっていうことが告知で出たので、ちょっと今の段階だと参加できないし、応募もやめた方がいいかなっていう感じはあります。就活する上での実害が出てしまってるっていうことですよね。そうです。自分の場合、もし1月、2月だったらいけるかなと思って応募しようっていう感じをちょっと思ったんですけど、ちょっと今日のそっちでやめた方がいいなと改めて思いました。今回当面1ヶ月の間っていうことで速報も出てたと思うんですけど、実際その新しい変異株が出たことによるいわゆる水際対策、感染症対策っていうところはすごく必要だなっていう思う一方で、やっぱり当の本人としてはやりきれない気持ちっていうのもあるのかなと思っていて、そこのその感染症対策と、留学生が今置かれている現状っていうところに関して、ソエちゃんはどう感じてますか？そうですね、国としては国民を守るために、そのような措置をすること自体には、確実に、正しいかもしれないとは思うんですけど、留学生とか、そのビジネスで、内定者の方々の場合、長期の滞在する方々としていろいろ検査を受けたり、その受け入れる側の大学とか会社からも、その責任を取りますっていう書訳をもらってからその入国する方々なので、ある程度信頼性を持ってるのではないかと思います。にもかかわらず、一方的に全面的に入国を禁止するっていう措置は、正直やりすぎだと思うし、一応1年以上待ってる方々も多くいらっしゃるので、ちょっとそのような措置に関しては、ちょっと見直しが必要ではないかな気持ちが率直にあります。なんか経済性を感じていて、多分ビジネスの方々を先に受け入れたのではないかと思うんですけど、いやー、でも、なんかビジネスの方々が入ったから、そろそろ入学生も入れるかなっていうちょっと甘い考えでずっと待ち続けたんですけど、まさかこんなに早い段階でまた改めて全面禁止っていうなるのがちょっと理解できないし、これからどうすればいいのか、とてもなんか本当に先を考えないっていうことが一番辛いことですね。日本に来られないかもしれないっていうこの状況で一番弊害に感じることって何ですか？ああ、そうですね。自分の場合、自分の作品を日本と韓国両方で取材して合わせた作品を作りたいって思ったんですけど、今のままが続くと、日本で取材することも難しくなるし、また指導してくださる先生方々に直接指導を受けることもできないっていう指導が出てしまうので、来年ももしちょっと入国のめどが立たないっていうことでしたら、真剣に休学とか、大学院生活をちょっと半年延ばすっていう措置も真剣に考えないといけないのかなとは思います。ちょっとその学びを深める権利がもうなくなったような気がして、で、その時間を取り戻せないので、伸ばすしかないかなとは思いますね、今の段階では。ジャーナリズムコースはその論文と一緒に作品ドキュメンタリーを出して終了することもできるっていうことだと思うんですけど、ソエちゃんが今考えているその研究テーマ、作品のテーマっていうのがもし差し支えなければ教えてもらってもいいですか？
私の場合は、韓国と日本の女性の堕胎問題に関して取材をしてドキュメンタリーを作りたいというのを今は考えてるので、それを映像化するっていうことが最終的に目標なので、そうですね、その直接行って、そのカメラに一応映像に込めないといけないっていう状態ですね。休学とかもしするってなったとしても、やっぱすごくお金の負担っていうところも大きいと思うんですが、経済状況っていうところでの心配はどうですか？一応仮部屋にずっと家賃を1ヶ月間払ってるっていうことがすごく負担になるのは正直当たり前っていうことと、ちょっと韓国の場合、ちょっとバイトがシフト制なので、自分が空いてるからそこにバイトを入れるっていうことではないです。なので、ちょっと土日しかアルバイトができないので、今の場合もアルバイト週末午前しか入れないので、お小遣いぐらいしかの給料しかもらえないし、ちょっと親にも申し訳ない気持ちしか正直ないですね。これちなみに今こっちの部屋に月々払ってるのって大体約何万円ぐらいずつ？6万8000円です。じゃあ、今年の3月から毎月6万8000円使ってない部屋に払い続けてるっていう。そうです。休学したらもう行けないです、日本には。なので、ちょっと休学っていう件も考えない、ちょっともう真剣に考えないといけないっていうことになっちゃうので、休学になると在留資格はどうなるんですか？失われます。申請すらできなくなります。すごくじゃあ悩ましい選択をしなきゃいけないってことですね。そうです。その時またいつ行けるかっていうことがまたわからないので、それを休学をしてる間にもし日本入国が可能ですよになったら、その時にもまた行けないし、休学が終わって、日本に行くしかない時にもしかしてまた禁止がなるかもしれないっていう先が見えない状況なので。それって自分の中でのタイムリミットみたいのはあるんですか？いつまでに休学するかしないかを決める、今後のそれによって。そうですね、一応今学期は済まして、一応就活にもよるかなと思います。もし早い段階で内定をもらったら、休学せずにそのまま進みますが、もしちょっと、入国できなかったとして内定をもらえなかったり、面接がいかなかったりっていう、そういう支障が出る場合は、まあ、再来年まで大学院を通うしかないなと思うので、その場合はちょっと深刻に休学を考えるかもしれないと自分の中には思ってます。ソヘちゃんが伝えたい思いっていうのを最後聞かせてください。そうですね、多くの日本の方々の、話を聞くと、いつ日本に来れるのとか、まだ日本に来れないのとか、そんな話を耳にするんですけど、一応1年以上待ってる方々もいっぱいいらっしゃるし、ちょっとこれに精神的な支障、金銭的な支障が出てる方もすっごくたくさんいらっしゃるので、一応コロナ島国である日本だからこそ外国の方々が来るのがちょっと怖いとか、来ないでほしいっていう考えだけ持たずに、そういう日本が好きで日本を愛している方々の気持ちを少しでも理解してほしいっていう気持ちはあります。Listen to the Voiceless